はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は実習を兼ねまして北海道旭川市からグアムに旅行に行った動画のパート1です。皆さん、グアム行ったことありますか？私は以前グアムに行ったことがあります。グアムは成田空港から直行便で約4時間で到着できますので近いですよね。今回は日本航空 JAL を利用して北海道の旭川空港から羽田空港、成田空港からグアム空港まで移動した模様がメインの動画になります。それ以外には成田空港の JAL 桜ラウンジやファーストクラスラウンジの様子などについても紹介させていただいております。4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回の旅行では北海道の真ん中旭川からグアムまで合計区間マイル2137マイル、キロメートル表示で約 3438km を移動しました。私は過去に海外旅行の動画を作成しております。タイの首都バンコクやベトナムの首都ハノイ、ベトナム最大の都市ホーチミン、マレーシアの首都クアラルンプール、オーストラリアの大都市メルボルンを旅行した動画も作成しております。旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひこちらの動画もご覧いただければと思います。はい、今回も北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。グアムにはかなり昔に行ったのでまた行けるのがおじさんとても嬉しいですね。この動画を撮影した日が2023年10月です。この日旭川空港は曇っておりましたがまだまだ暑かったですね。それでは旭川空港のターミナルビルの中に入りたいと思います。旭川空港のターミナルビル1階には ANA 並びにエアドゥのチェックインカウンターがありました。私はこちらの日本航空 JAL のチェックインカウンターでチェックインをしました。私は JAL のチェックインカウンターで搭乗手続きをした後2階に行きました。保安検査場に行く前にランチをするためフードコートに行きました。フードコートの様子を再生速度を上げて紹介しております。旭川ラーメンやスパイスカレー、そばなどのお店がありましたが、私は今回ご飯どころ旭屋で食事をしました。このお店は北海道の鶏の唐揚げでありますザンギがおすすめのレストランです。私はザンギ定食を注文しました。私が食事をしていた時間帯はフードコートかなり混んでおりました。こちらのザンギはジューシーかつ塩味が絶妙で本当に美味しかったです。私は食事をした後保安検査場に行きました。保安検査場を通過した後2番搭乗口に向かいました。搭乗まで時間がありましたのでラウンジ大切に行きました。こちらでソフトドリンクを飲みながらゆっくり過ごしました。はい、これから旭川空港定刻13時10分発羽田空港行き日本航空 JAL554 便搭乗開始します。私はクラス J 席の通路側席に座りました。以前ボーイング737に搭乗した際のモニター映像です。飛行距離と経路を紹介しております。旭川空港から羽田空港までの区間マイルは576マイルです。キロメートル表示で表しますと約 927km です。機内では JAL グループの機内誌でありますスカイバードを読んでおりました。私が登場しました2023年10月号では鹿児島について紹介しておりました。おじさんは鹿児島のさつま揚げ大好きなんですよね。羽田空港に到着した後前方の乗客から機内の外に出ました。私はスーツケースを預けておりましたので手荷物受取所に向かいました。
荷物受け取り所まで結構距離がありましたので、再生速度を上げて紹介しております。スーツケースを受け取った後、到着出口に向かいました。私はこちらのバス停で成田空港行きのバスに乗りました。羽田空港から成田空港までの距離は約 81km です。このバスは帝国通りに羽田空港を出発しました。途中首都高速を通過した際にはお台場のフジテレビが見えました。羽田空港から約80分で成田空港第3ターミナルに到着した後、日本航空のターミナルがあります成田空港第3ターミナルに到着しました。私が搭乗する予定のグアム便は翌日でしたので、成田空港から無料シャトルバスで行くことができるアートホテル成田に宿泊しました。こちらのホテルは温泉もありましたし、レストランも複数あっておすすめのホテルだと思いました。アートホテル成田を早朝に出発しまして、成田空港第2ターミナルに入ってまいりました。まず最初に大きなフライトボードを見に行きました。私が搭乗するグアム行きの便は午前9時30分発日本航空 JL941 便です。私はフライトボードを見に行った後、恒例ですが成田空港の両替所に行って両替レートを確認しに行きました。この動画を撮影しました2023年10月のアメリカドルの両替レートは1ドル 151.45 円でした。こちらで1万円を両替すると約66ドルに交換することができます。ちなみにグアム空港にある両替所でもレートを確認しましたが1ドル170円でしたので、こちらで両替した方が良いと思いました。私は両替レートを確認した後、日本航空 JAL ファーストクラスチェックインカウンターに行きました。チェックインをした後、出国審査場に向かいました。私は日本航空の上級会員でしたので、こちらの優先レーンから出国審査場に行きました。出国審査場を通過した後、 JAL 桜ラウンジとファーストクラスラウンジに行きました。成田空港第2ターミナルにはワンワールドアライアンスの航空会社のラウンジが3カ所あります。最初に日本航空 JAL 桜ラウンジに行きました。日本航空 JAL 桜ラウンジはワンワールド、エメラルド、サファイア以上の会員などが利用することができます。 JAL 桜ラウンジのダイニングエリアの様子です。並んでいる人がいる場所で料理を注文します。右側に注文ができるメニューをお示ししております。私はピンク色の枠の料理を注文しました。私はガラス越しに見える JAL の飛行機を眺めながら食べました。今回注文しました豚生姜焼き丼とティラミス、どちらも本当に美味しかったです。続いていったラウンジは JAL ファーストクラスラウンジです。 JAL ファーストクラスラウンジはワンワールド、エメラルド会員並びにファーストクラス利用者のみ利用することができます。私はメインダイニングに行く前にジャルズサロンに行きました。こちらでは高級なウイスキーなどを飲むことができるんです。私は緑茶とおつまみを食べましたが、どれも美味しかったです。メインダイニングではテーブルにある QR コードをスキャンします。料理の注文や
シャワールームの予約ができます。私はお腹いっぱいでしたので、黄色の枠の料理を注文しました。JAL ファーストクラスラウンジといえば寿司だと思いますので、マグロ多めで注文しました。やっぱりラウンジで食べるお寿司美味しかったですね。私は JAL ファーストクラスラウンジに行った後、63番搭乗口に向かいました。63番搭乗口まで距離がありましたので、再生速度を上げて紹介しております。しばらくナレーションを入れませんので、63番搭乗口までの道のりをご覧ください。こちらの階段を降りたら63番搭乗口がありました。はい、成田空港午前9時30分発グアム空港行き日本航空 JL941 便搭乗開始します。私が乗った座席はビジネスクラスの窓側の座席でした。これから成田空港を離陸します。離陸時の音声も入れておりますので、この後しばしナレーションも入れませんので、成田空港を離陸する様子をご覧いただければと思います。成田空港から日本航空 JL941 便グアム空港に向けて離陸しました。成田空港を離陸したらすぐに日本で2番目に広い湖の霞ヶ浦と日本で2番目に長い利根川がよく見えました。成田空港からグアム空港までの区間マイルは1561マイルです。キロメートル表示で表しますと約 2512km です。ビジネスクラスの機内食は和食と洋食の2種類から選択することができました。私は和食を選択しました。ドリンクメニューもたくさんのお酒やソフトドリンクなど飲むことができました。成田空港を出発して約1時間後に機内食が出てきました。サバや豚の角煮などおじさんが大好きな料理をたくさん食べれて本当に満足できました。本当に美味しかったです。ここで今回の目的地でありますグアム国際空港について紹介したいと思います。滑走路は 3000m 級の滑走路が2本あります。そして2018年の旅客数は380万人です。ちなみに旭川空港の2018年の旅客数が約110万人ですので、あれだけの小さな島でもかなりの数の方が旅行に来られていると思いました。グアム空港の位置はホテルや免税店がある繁華街のタモンエリアまで約 3km とアクセスが良い空港だと思います。ここでグアムの入国について紹介したいと思います。日本国籍の方がビザを取得せずにグアムに入国する際にはアメリカビザ免除プログラムもしくはグアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの申請が義務付けられております。今回は私が申請したわけじゃありませんので詳しく紹介しませんが、アメリカビザ免除プログラムいわゆるエスターを申請しますと最長90日間滞在することができます。私が今回利用しましたグアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムで入国しますと最長45日間滞在することができます。今紹介させていただきました2つのビザ免除プログラムに加えまして税関検疫申告書が必要になります。グアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの申請はインターネットもしくは機内でもらえる I736 の書類を記載して入国審査場の係官に提出します。こちらの記入方法につきましては日本航空のウェブサイトを参考にされると良いと思います。また I736 の書類に加えましてデジタル税関申告書もしくは機内でもらえる紙の税関検疫申告書を入管審査場の係員に提出します。こちらの記入方法についても日本航空のウェブサイトを参考にされると良いと思います。事前にインターネットで申請する場合は入国72時間前からできるようです。おじさんは
機内食を食べてゆっくりくつろいでおりましたら、グアムまでの距離が178マイル、約30分で到着でした。今グアム上空を飛行しております。この時天気も良くてグアムの景色が綺麗に見えましたので、グアム国際空港までの約2分間ナレーションを入れませんので、飛行機からの景色をご覧ください。成田空港を出発して約4時間、日本航空 JL941 便俯瞰マイル1561マイル、グアム国際空港に到着することができました。私は前方の乗客の後、機内を出ました。これで今回の動画は以上になります。グアム国際空港で入国審査を通過する模様の映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は北海道旭川市からグアムまで日本航空 JAL を利用して移動してきた模様を中心に紹介させていただきました。前回グアムに行った時は相当前でしたので、それから再度グアムに行けたことはおじさんとても嬉しく思っております。成田空港ではドル円の両替レートについて紹介させていただきました。また日本航空 JAL 桜ラウンジとファーストクラスラウンジで食事した模様も紹介させていただきました。そして JL941 便の機内食の模様やグアム入国に必要な書類、グアム国際空港の着陸の模様を紹介させていただきました。今後作成予定のパート2の動画ではグアムの観光スポットやショッピング、ナイトスポット、グアムで食べたグルメなどにつきまして紹介したいと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グアム便 JAL の CA ステイがなくてかわいそうだったな。